気持ちいいですね。結構強めにやってるんですけどね。いい、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあめっちゃ凝ってる人あれでってなっちゃうんだ。そうっすね。やっぱりそれありますね。悪いのがある。悪い。おお。音が音鳴ります。可愛いっすよね。マッサージとか受けたことありますか？いや、あんまないんですよね、貧乏なんで。なるほど。まあ高いですからね、マッサージね。無料じゃないとできないです。ああ、まあそれ言えてる。はい。まあ僕リアルプロなんで、ちょっと硬さを見ますよ。はい、ちょっとね、あるね、あるね。まあ1から5段階だったら、はい、3.5 かな、はい、働いてますよね。はい。まあ働いてるような働いてないような。ほう立ち仕事、それとも座り仕事？なんかいろいろやるんですよね。あ、なるほど。あ、でもね、それの方がいいよ。いろいろ運転とか結構するんで。ああ、なるほどね。それもあるかも。いや、いろいろやった方がいい。極端な仕事の方がね、やっぱお体悪くなりやすいんで、何かしらね。よし、じゃあね、ちょっと一通りやらせていただきます。はい。よろしくお願いします。じゃあね、大丈夫？やりにくくない？あ、全然やりにくくないです。全然余裕です、これぐらいやったら。あ、でもね、風が強い。このまま行きます。はい。ありますね。ありますか？ありますね。特にここら辺感じるかな。まず力加減ですけど、はい、どうですか今のところ。ちょうどいいか。ちょうどいいです。ちょうどいいぐらいですね。オッケーオッケー。もし足りなかったら言ってくださいね。はい、まあ痛すぎた場合も言ってください。はい、なかなかねこのマッサージ受ける機会ないやろうから。大分市の人ねあんまり受けないんですから。そうなんですね。まあ高いのもあるし。まあ大分県そこまでなんかこう景気良くないので。でも今おいくつですか？37。あ、37か、はい、あ、いい方だね。であればいい方ですか？37やったら肩的にはこれ柔らかい方です。あ、年齢が高くなると硬くなるんですね。そうですね。まあ仕事内容にもよりけりっちゃよりけりなんですけど、やっぱ肩こりのある人で37歳やったらもうちょっと硬くてもいいかなぐらいです。まあ僕がこうやって活動してて、もう1000人以上触ってるんですけど、やっぱそう見たところやっぱそんな感じですね。だいたい37歳の平均の硬さって言ったらもうちょっとあるよねって感じです。やっぱ仕事のあれであれなんですかね、みんな凝るんですかね、デスクワークとかで。そうデスクワークですね。まあ特に悪いね。あと運転手の仕事も悪い。まあなので、今こうやってますけど、まあはっきり言ってこう気持ちよかったらこれ肩こりですからね。はっきり言って。よっぽどひどい場合はもう痛気持ちいいまでやってる。ああ痛ってぐらい。姿勢が悪いとかもあるんですかね。姿勢悪いのはもちろんあります。それはあるです。でもまあいい方じゃないかな。でも余裕ありますけどね、肩こりは。あ、それ結構気持ちいい。気持ちいいでしょ。気持ちいいということはそういうことです。多少なりともあるけど、凝ってない人はくすぐったいやめて。いや痛いです。逆にくすぐったいじゃ痛いんです。多分これぐらいで痛いです。凝ってないとゼロの時は。まあ僕よく例えるんだったらこう自分がこう小学生ぐらいに親から肩を持ってもらったら痛いだけじゃないですか。なんか肩グッてやると痛いってまあそれが肩こりがない状態。まあだんだんと大人になるにつれてね、筋肉もついてきて、その筋肉がねやっぱその疲れを発するんですよ。はい、痛気持ちいいっていうのがやっぱ凝ってる。そうですね。まあ意外といろんなところが気持ちいいと思います。まあちょっと頑張ります。いろんな段階があるんですね。やっぱり最初こう重力垂直に押す段階からこういうことが出てくる。まあいろいろありますよ。まあ同じことやっても芸がないんで。いろんなパターンを、ね。そう。やっぱマッサージ師なんていろんなやり方っていうのは持ってますんでね。
いやでもいいですよマッサージは。自分じゃできないですもんね。手が届かないし、そうっすね、やっぱり基本的にはね自分ではもうストレッチぐらいなんで。肩ぐるぐるみたいな。そう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 、やっぱ人にやってもらわないとねこういうのはね成立しないんでね。整体とかとはどう違うんですか？整体はまあ比較的、まあ、整体って言ってもいろんな整体ってくくりあってバーっていろんなあるんですけど、まあ、鳴らしたりとか伸ばしたりとか大体そっち方面ですね。運動能力を回復させるっていうところが多いですね。だからまあちょっとマッサージとは違うかな。違うんです。そう整体はマッサージとは違うんですね。マッサージはやっぱその筋肉に対してのアプローチなんでほぐすです。そうに対して整体はそのほぐすのもあるし、その悪い箇所に対しての筋肉をここはちょっと悪いから伸ばしたりで、そこをちょっとこうコキってやったりとか、まあそういう、まあ、いろんなパターンがあります。よし、ちょっと次いきますよ。はい、首やらせてください。はい、ちょっと一通りやっていきます。はい、お願いします。よいしょ。ちょっと失礼しますよ。はい、失礼します。なんか首が長いから、あれかもしれない。首凝ってるかわかんないですけど、首長いですよね。長いですね、比較的。だから不安定かもしれない。どうです今触られて？気持ちいいですね。オッケー。まああるにあるですよ。肩こりってひどくなるとどうなるんですかね。肩こり？血が通わなくなっちゃう。痛みがやっぱ強くなるし、である程度痛みが溜まってくると今度筋肉はその痛みを取り除こうとするんですけど、まあその、まあ、痛みの原因となるまあ、要は筋肉を作るんですよ。どんどんその痛み筋肉を作っちゃうんですよ。その要は例えばデスクワークをしてて、背が曲がってずっとやってないですか、そしたらこの痛くなってきて、じゃあここの筋肉がやっぱ足らないからっていうのもあるんで、どんどん硬い筋肉を作ってしまうんですよ。要はなんか無駄な、なんか必要ないようないるようなわからない変な筋肉を作っちゃうんだ。そう要は硬直する筋肉、でそれやっていくとやっぱりその、まあ、痛みがだんだんとは減っていくんですけど、やっぱ、まあ、肩こりはあるんですよね、ずっと。まあそれ慢性化するんですよ今度は。怖いっすね。やっぱ肩こりの全くないっていう状況っていうのはやっぱり柔らかいですもん。それがベストなんですかね。やっぱベストです。そうやっぱ今人間はね生まれてね、やっぱその柔らかいですから最初は。それはなんか自分のなんていうんだろうね、嫌な形で止まっているっていう状況をしているから人間って凝っていくんですかね。まあそういうのもありますね、やっぱり。反対行こう。よいしょ。まあでもお兄さんでも結構いい方ですよ。凝ってない。いやまあ凝ってるです。ただまあ程度の問題です。まだ間に合うか。全然 OK です。まあ体がよくちゃんと動かせてるっていう状況ですね。まあこの状況でどんどん年を取ってくださいって感じです。そう。でも気持ちいいですね。何が難しいですかね。やっぱ人によってなんかツボとかが違うから、そういうのを探すの難しいですか。いや全然難しくはないです。そうなんだ。そんなだって舞台は大体同じですから。そういうこと。料理人とかと比べたらよっぽど簡単です。食材なんかいくらでもあるんだからね、それに応じてねさばき方とかで料理の仕方いくらでもありますけど、やっぱ人間の体一緒なんで毎回同じなんでね、どこが硬いかとかそれぐらいしかない。どこはあと悪いからね。次ね、肩甲骨剥がします。まあでもいいと思う。多分お兄さん肩甲骨いいと思う。まあでも一応まあちょっとねお試しでこう力抜いてください。力抜いて置いとってね。
こう指入れ込んでねこう剥がします。よいしょ。まあいいのかな。やっぱいいね。ここまで指が入るってことは大丈夫です。あ、そうなんだ。まあ一番 100% いいんやったらここまで入る指が。でもここら辺がちょっとやっぱまだあるんで、ここら辺が気持ちいいですよ。聞くでしょ。ここら辺が癒着の部分です。どうやって生きていったらいいんでしょうね。掘らないで。まんべんなく動く。ああ、なるほどね。極端な仕事をしない。そうか。そう。極端な動きをしないでね、やっていけば健康なまま折れるのかなって。でも遺伝とかもありますけどね。親からの遺伝っていうのはあるんですよ。結構ダンスとかコンテンポラリーダンスとかいいんですよね。いいですね。そう普段の日常でありえない動きをするような動きが実は必要だったり。そう。肩に関してはやっぱこの腕の回しですね。こっちもね、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。よいしょ。OK。はい、ありがとう。こう近づいてください。右の方がいいですね、やっぱり。ほら、右入る。左の方が若干悪いぐらい。若干ね、右の方がでもいいですね、だいぶ。なんかね、俺体が全部左が大きいんですよね。一回り。なんで、左に負荷がかかってるのかもしれない。そうですね。人間なんで左右差ありますよ、やっぱり。利き腕とかある以上ね。温泉はいいです。やっぱ熱やね、温熱療法というかね、体が温かくなるとほぐれますので、特に血流も良くなりますからね、お体に対してはものすごくいいですね、間違いなく。別府住んでるんで毎日温泉入ってる。最高ですね。僕たまに別府これやってますよ。本当。駅前とかね。駅前の商店街の入り口らへん。はいはい。なんかストリートミュージシャンがいそうなところ。そう。この辺で一緒にやってますよ、たまに。パチンコ屋の。そう。月に1回ぐらいやってます。素晴らしい。土曜日ね。オッケー。はい、こう。で、はい、こっちもね。で、こうして両腕万歳伸ばします。はい。いいね。で、もう一回こうします。はい、こうして。頼みます。いいね。オッケー。はい、こうして。面白いでしょ。マッサージってアトラクションですよ。やっぱ普段受けないと。何でしょうかな。ちょっと暇つぶし程度なんですけど、よかったら足とかもやりますけど、それかこのまま終わりにするか、よかったら足もやります。なんかじゃあ大変じゃなかったら。じゃあ行きましょうか。暇つぶしで。はい、オッケー。はい。まずふくらはぎからいきます。この状態で置いておいてください。こうで置いておいてください。まずこういきます。はい。おお、気持ちいい。いいね。すごいいいっす。足はみんなこれからね、やっぱ歩く以上は。何でしたっけ、第二の心臓と言われてるみたいなね。そう、このふくらはぎはね。ここが血流良くなればね。そう、やっぱこのふくらはぎって血がものすごく溜まりやすいので、やっぱこの足首をこう動かすことによってポンプ状の役割をして血が戻っていく。だから歩くことは重要ですよねってやつ。でも凝りも発生する時がある。いっぱい歩いても凝らないことってあるんですか？そうっすね。歩き方が良ければ。そうですね。まんべんなく歩くっていうか、変ないろんな歩き方。極端じゃなければいいってやつですよ。何でもそうなんですけど、運動も何でもいいことに対しても全部そうなんですけど、
人間の体 100% に対してまあそうだ70、80を超えると毒になっちゃうケースってよくあるんですよ。ね、やっぱ運動しすぎも良くない。そういうことです。オーバーワークってやつ。しなさすぎもは一番最悪ですけど。そういうことですね。うん、そうそう。やっぱまんべんなくってやつ。左の方が凝ってたっすか、やっぱ。関係ない。まあこれは大丈夫かな、一緒ぐらい。足はね意外とその左右差そこまで出ないから逆にほら腰とかの方がまだ来るかな。お兄さん自分はね人揉めるけど揉まれることはないじゃないですか。たまにマッサージ店とか行くけどねまれにね視察ついででもなかなかうまいとこあんまりね自分ほどねできない人が多いんじゃないですか。そうですね、はい。まあでもマッサージ普段はやっぱ自分のお体のケアって自分でストレッチとかやってますできちゃうんだ。そうやっぱそのやり方って分かってますんで自分のお体に対してのことってよく分かってるんでちょっと足裏やりましょうか。足裏暇つぶちつっていきましょう。いろいろ体験型ということで、よっしゃ。じゃあちょっとね、足つぼって受けたことあります？いやないですね。行こうか。これだけでも気持ちいいもん。気持ちいいですよ。揺らされるだけで。そう。よっしゃー、ちょっと待ってね。11かな。よし、OK。じゃあこれでいきます。ちょっと気持ちいいぐらいでやります。気持ちいいのと痛いのハードモードどっちがいいです？どっちが体にいいんですか？ミックス。じゃあミックスで。ミックスでいこうか。まあツボ、アッシュってツボなんでやっぱり、健康にことに対してはね、なんか反射っていうかいろんなところに効いたりしますよね。腎臓に効いたりとか、そう不思議なもんですよね。腎臓で言ったら多分ここら辺、ここ腎臓、多分俺胃が荒れてるかもしれない。胃はここです。そうでもないか。胃はここ。ちょっと痛いもん。ちょっと痛いと。まあでもまあそこまででもないと思う。お兄さん見た感じ結構健康そうなんで。パッと見ね。でもこの足裏のこのやり方って足の疲れも取れますから。気持ちいいですね。結構強めにやってるんですけどね。いい、オッケー。じゃあめっちゃ凝ってる人痛いってなっちゃうんだ。そうっすね。やっぱりそうありますね。悪いとこあるとね、そう痛いっていうこともやっぱありますね。でもこれ今そうだな6割7割ぐらいかな。ちょっと強めにいく。ほらやめてください。そう強くいくとこれぐらい。ここら辺気持ちよかったな。ここら辺何なんですか？ここら辺何なんですか？ここら辺ここなんかここら辺で全部気持ちよかった。だいたい肩周りかな。肩周り。肩周り。痛い。そこ多分なんかわかんないですけど凝ってます。肩のせいなの。そう肩周りでもある。人間っていうのは面白いですよ。足つぼってこの、上がこの辺りがだいたい肩とか、でここら辺内臓器。ちゃんとそう人体も知ってるんですよ。そう頭からこう下半身になってくるんです。でそれで想像してもらえればだいたい分かるですやっぱり。こうやったりとかね。痛い死ぬ。何これ。指。本当に気持ちいいなこれ。これ痛いか。ほんじゃこれが一番気持ちいいか。でも痛い気持ちいい。痛気持ちいいぐらいですね。でも足つぼ痛気持ちいいぐらいです。もともとは。
なんか素人がやるとなんか、あれじゃないですか、自分とかでやっちゃうと揉みすぎて筋細胞を壊すとか、ありますね。揉み返しってやつです。はいはいはい、あれなんないようにするにはどういうやっぱ強くやりすぎたらいけない、そういうことですね。場所をわきまえないといけないみたいな。いや、場所とかじゃなくてその筋肉に対して要はそれ以上でやったらいけないってやつ。じゃあ例えばの話、じゃあここにソフトの豆腐があるんです。豆腐があるじゃないですか。豆腐を壊さずに揉むにはどうしたらいいってやる。じゃあちょっとやるんですか、ちょいでも強くやりすぎたらボロって崩れるでしょ、そういうことです。木綿豆腐だったらある程度強くやってもいいじゃないですか。そういうことです。要はそれ以上の圧を加えちゃうとその筋肉が壊れちゃうんですね。場所によって違いますもんね、強度も筋肉、そういうことです。強度の問題ですね。ハムみたいな筋肉のとこもあれば豆腐みたいなとこもあるし。そう確かにね。人間の体もものなんで、やっぱそれ以上にね強度以上にやると悪いですね。単純に言ったらそんな感じです。ちょっとですね、シャコを切って。おお、なんか大工さんみたいな。振動を与えるってことですか？そう。ここまで来るでしょ？ビーって。普段そんなことやんないっすもんね。そうですね。他人からやられるからいいんですよ、これは。確かに。自分でやっても気持ちよくないですから。力加減もあるんだろうな。そうですね。OK。はい、一回下ろしてください。で、反対ですね。ありがとうございます。はい、いいですよ。置いてください。置いてください。このストリートやってる人珍しいですから、日本でももういないんで。やってる人。先駆けです。いや、先駆けじゃないです。昔いたんだ、いっぱいってことじゃないですね。本当なんかもう10人未満っていう感じでおったんですけど。昔は座頭市みたいな。座頭市はなんかね。そうですね。あんまの。そう昔アンマーさんいっぱいいましたからね、やっぱ。よし。これが一番気持ちいいよね。気持ちいい。はい、こっちもね、こっちから行きます。あと左の方が痛かったかも。そういうのありますね。何きっかけでマッサージの道に入ったんですか？なんとなくです、僕。自分がめっちゃ凝ってるからとかでもなく。いや、そういうわけでもなく、ただなんとなく入ったらものすごく性に合ったってだけです。性に合った。そう。だから才能があったってことですよね。いや、才能とかじゃなくて仕事が好きになった。そうですね。やっぱこの技術さえ持ってればある程度人になんか喜ばれますので。もともとギブアンドテイクというか。やっぱり喜ばれるのは好きなんで。そう。確かにダイレクトに。そう。わかりますもんね。そう。嘘なく。そう。マッサージってね、やっぱりやって、気持ちよかった、ありがとうとか言うんですけど、それが当たり前で、だから僕逆に言ったら当たり前のあれが嫌いです。こっちがやって、それが何も感謝もなくて当たり前っていうの、あれが苦手なんですよ。それはあんまり面白くないんで。例えばの話、ごちそうさま言ってくれって言ってくれ。そう無言で変えられるよりはね、マッサージでそういった点では気持ちいいってダイレクトに伝わるんで、
そう感謝の気持ちが生まれやすいっていうやつです。そうそうまあ下手だったらダメやけどそういうことです。まあそんなこんなで、まあ、マッサージが好きになりました。で研究してって感じなんですね。まあそうですね、はい。意外とこちらも大丈夫ですね。なんか左の方がやっぱあれなんか、じゃあちょっとアップでいこう。まあ痛いんですけどね。ちょいアップちょいアップ、うん、ここら辺はリアクションですうん、面白リアクションよーしゃ、いい感じ。ちょっと5本。よいしょ。ただ手が痛くなったりしないんですか？その領域はもうないです。ある程度のあれを過ぎたら、まあ耐久度も上がりますけど、指の、うん、それも僕の場合やったらその痛くなる前に技を変えるです、休ませる。はい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 。まあそういうことかな。こうやってまあいいですよ。こうとして、はい、なんで行列ができないんでしょうね難しい。大分県はね、そう難しいです。県民性がもともとは目立ちたくないんで。あ、そうなんだ。そうこんなにいいのにね。わかります。嬉しいな、そう言ってもらえてでもあんまり来すぎても疲れて、まあそういうことっす。まあほどほどってやつですね。よーしよ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 し、オッケー。はい、ありがとう。はい、置いてください。で最後にね、もう一回肩でやって終わりたいと思います。締めですね。すいません、ありがとうございます。いえいえ。はい、こう。やっぱ肩気持ちいいですね。リンパとかとはまた別なんですか？違うっす。リンパとは別です。アプローチのが違うんですね。僕は筋肉になれちゃうアプローチなんで、リンパは筋肉よりも上にあります。いやー、死んではもうそろそろ最後いきますよ。はい、肩を叩きます。おー、すごい音がかわいいっすねこれ ASMR で音だけ聞いてたら気持ちよくなるんじゃない？はい、結構あります肩叩き音でね、結構、見る人は多いですね。
疲れ様でした。はいありがとうございまありがとうございまし。したどうですか？最高です最高でした。だいぶいい感じと思いますので、はい、仕上がってます。もう走り出せる感じです無茶な意見ですよ。